皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファースト&ライトヘッドクォーターズ店長の團蔵です。こんにちは。この團蔵チャンネル最近のシリーズはこの日本由来の稲作の話から始まり、珍しい翡翠や最近はダイヤモンドまで取れるんですねなんという話をさせていただいたのですが、日本がどういう成り立ちなのかななんという話をしてみたいなと思ってこの動画を作成してみました。全てこれは私の頭の中にイメージとして湧いてくるお話なので、妄想ですよ。私の一つのエンターテイメントとしてお楽しみくださいね。ここに何も資料もないもんですから、細かいことは興味があったあなたがちょっと調べてみたら、あれ、あの話題はなんてね、知識の旅を楽しんでいただけるんではないでしょうかね。こういうふうに考えて今話をしているのも、リモートワークとかさまざまなことで人のコミュニケーションがなかなか難しい今のご時世、面白いこと言ってるななんておおらかな気持ちで私の話を楽しんでいただければ幸いでございます。この日本列島には縄文時代と言われる、もう今から1万5,000年から続く縄文時代というものがありましたね。その痕跡は日本各地にありまして、三内丸山遺跡なんていうね、縄文遺跡、そこは大人がもう5、6人で手を抱えるぐらいの栗の巨木が整然と10基並んでいたのが発見されていたり、樹齢5,000年とか、もう5,000年間一つの木で、それだけの大木なので栗の木栗の実食べてたんですよ、縄文人は。しかも麻で編んだ網かなんかね、木の戸井に入ってるものなんかも出土したりして、その中には、どんぐりですね、木の実、それはもうずっと流水の中に木の桶に麻の袋に入れたどんぐり、水でずっとさらすと、きっと保存がいいのとアクが抜ける。ですからどんぐりクッキーとかね、美味しかったんじゃない？濃厚まではしなくても自然の食べ物を採取したり、海の食べ物、あるいはね、獣を取って食べたり、でも主食は栗、どんぐり、木の実ですね。リスみたいはい、そうした縄文人も平和に暮らしてたんですね。戦いの道具なんか一切出ないですから。そして火炎土器なんかね、大変芸術性も高く、この日本列島各地で交流があった痕跡は認められています。ただその縄文人の暮らしも火山の噴火で壊滅いたしました。ごくわずか山の中で暮らしていたであろう人たちもいるし、もうここでは住めない、世界各地に散っていった縄文人もいたでしょう。その時には丸太舟なんですよ。イメージしてください。その当時はだいたいもう大人が手を広げて2メートル、ですから円周10メートルとか12メートル、直径だと4メートルぐらいは優にあるであろう巨木の森があったんです。それは今でも見ることができるんですよ。木曽に赤沢森林公園というところがありましてね、そこはヒノキの巨木
の森が未だに残ってるんです。行ってみてください。相当な巨木です。それを切り出してどのように丸太船を作ったのか、もう外洋に出れるぐらいの大きな丸太の船ができるんです。丸太を切り出した、外側も石の斧で船の形に削り出す。そして真ん中は火を焚いて燃やすんですよ。燃やして石斧で掘る。そして燃やしてっていうとちゃんと巨木の船ができるんですよ。それにアウトリガーをつけるんです。両側に浮力体を両側につけて、相当大きな丸太船、シンプルな一本柱を立てて麻で作った帆をかければ風があればさーっと行くし、だいたい黒潮に乗れば北米大陸、それから南米までずっと旅することができます。もう勝手に潮の流れで両側に貝を漕いで、カヌーですよ。大体十数人が乗ってドーンと。この日本列島はしばらく人が少なかった。それから時代が経つにつれてさまざまな世界中から人が渡ってきて暮らしたと思ってみてください。この日本での信仰はさまざまなところに神様がいる多神教と言われているイメージがあるんですが、多神教であり一神教でもある。どういうことかというと、太陽の神様、日本神話ではアマテラス大神、これも今では女性神神格が与えられているんですが、もっとシンプルに考えていきましょうよ。お天道様、今でもお天道様が見てますよなんて戒め、要は人が見ているとかそういうことではなくて、日の光にあなたは照らされてちゃんと正直に生きていきましょうよ。なので多神教のようですが、精神的には一神教、表現の仕方と思って解釈すればよろしいかな。この日本に数千年にわたって人が移住してきた、そのパッション、行動原理はもしかしたら太陽の神様、太陽神を信仰する人たちが、太陽は東から昇ってくるもんですからね、太陽が昇ってくるとこを目指して船で来る、やってくる、歩いてくる、気がついたら日本列島にたどり着いちゃった面白いでしょ。その太陽神を祀る人たち、なんていうんですかね、いろんなとこから来た時代によって、この日本のもう一つの精神的な構造というのは、和をもって尊しとなす。一番分かりやすいのは神仏集合とかね、インドから来た神様も仏教の神様、日本の神様、一緒でいいじゃん。なぜならばこれは水の神様だから水神様かな、太陽の神様だから、天の一族みんな同じだからとして、この日本にたどり着いて大体共通認識の考え方だから、一緒でいいやもう手つないで輪っかになってね、お天道様におはようございますなんてね、
今日も一日よろしくお願いいたしますなんて、そういう生活して暮らしたであろうというイメージでよろしいんじゃないですか。ですからそれが端的にどういうイメージでいるのかなっていうのは、天津神国津神ですから、もともと縄文時代からのいろいろな神様がいると思っている、太陽の神様も含めて、という多神教の土地柄なんだけれども、太陽を神格した神様、一神教を信仰する人たちもやってきて、天孫降臨なんてね、どっからだから降臨してきたんですね。それは他の土地からやってきた、国津神と天津神をこう分けて考えているということは、そういう理解が素直なんじゃないかな。でその太陽神、面白いことに、あれはエジプトというのはもう5000年ぐらいの歴史があるんですが、紀元前1500年とか1300年ぐらい前、第18王朝アメンホテプ一世がね、ラーなんていう太陽の神様、それぞれいろいろな、神様がいるんですが、その時代にちょっと太陽神でいいんじゃないみたいな、これでいきましょうよみたいな王様、当時は川の神様やワシの神様だとか、いろんなワニの神様、いろんなところに神殿があって、その神官たち困っちゃうんですよ。私たちの職業なくなっちゃう、ちょっとそういったこともあっても、王様が「もう太陽の神様でいいよ」なんてね。でアメンホテプ4世ぐらいになってくると、もう、アクエンアテンなんて名前まで書いちゃって、自分のね。ですから一神教なんていうものがイメージされる、それは太陽の神、やはりその一時期だけだったんですね。ということは、またエジプトは多神教に戻ったとなると、今度は一神教のね、太陽神の、信仰する民はちょっといられないなと。よし、太陽の元の国、東へ来たら、もしかしたらこの日本に来たかもしれないですよね。ちょうどその頃にイスラエルの民も一神教、これも諸説あるので、でも大体紀元前ね13とか10、不思議なことにエジプトでも、イスラエルの民もヤーウェ、ラーなんて、それぞれイメージ的には一神教。ただそのエジプトにはいられなくなっちゃったから、逃げて出した。その中で旧約聖書の中には、神様との約束として、みだりに神の名を唱えることなかれと、そういう教えがあったもんですから。だけどやっぱり唱えたいんですね、人間ですから。ですからどう考えた、エジプトじゃアメンホテップなんてね。アメンホテップ4世の息子さん知ってます？ツタンクアメン、ね、ツタンカーメンという王様もいたりして、若くして亡くなったんですが、アメンアメンなんて言って面白いですね。言葉に何かちょっと共通するイメージがあったのかな。旧約聖書で神の名はヤーウェ、ヤーウェと唱えるのではなくて、アーメン、アーメンでいいじゃないかと。アーメン、アーメン、神様の本当の名前ではなくて、アーメンといえばみだりに神の名を唱えることなかれに違反しない。不思議なことに
そのイスラエルの民から発生したであろう原始キリスト教の方たちもキリストが卓形にされたことをイメージして十字を切り、アーメン。まあこれは私のイメージですから、私の家紋にもバラと十字、不思議ですね。もしかしたらエジプトの一神教太陽を崇める方たちが東に来たら日本列島についてね、日本の神話というのはいろんな天孫天空の高間ヶ原というイメージからやってきた私たちの祖先神、みんな雨とつくんですね。雨のみなか主の御事とかね、まあそれこそですから時代によって雨の小屋根のいろいろの雨、みんなアメンアメンアメン、アマテラス大神なんてね、みんなアメン。面白いですね。今となってはどうなんでしょう。そうしていろいろな時代にこの日本列島にやってきて、それぞれの言い伝えもなんとなくあんまり外からやってきたっていうと正当性がなくなっちゃうので、日本の一つの神話として集約されてきたと考えると自然なのかななんて思っています。それはもしかしたらシュメールのね、スメラミコトはシュメールのミコトなんてね、私がつけているこうした16弁菊花紋とかもシュメールの王様、ギルガメッシュの叙事詩に出てくるのは私が使っている、バラの家紋、まあ大体その家紋に使われている花はその土地を由来っていうのが一般的なものなのかなとなると、バラはまあ大陸でも、イランとか、その辺りまさに、あるいはエジプトでも珍重されていたであろうボタンなんていうのも中華王朝の一つの象徴だったり、さまざまな時代で、日本にやってきた人たちがその由来を家紋に表していたってこともありますから、面白いですね。神話の話なんでね、今となっては真実はわからない。ただそのように古き時代から人が渡ってきて、やがて我々は日本人だぞと、一つ共通理念は太陽崇拝でいきましょうか。いろいろなことがあって、天照大神はいろいろなところの各地を回って伊勢神宮でも祀られ、また、各地の神社にも祀られていった。古代中国ではこの日本人は五の大伯の末なりなんてね言われてたりするんですよ。それは義書東書、新書にもあったかな、あるいは魏志倭人伝史記なんかにも、倭人は五の大伯の末なり。この大伯という方は周王朝の王子様、大変立派な方として、今でも慕われている方ではないでしょうか。それが快慶だったかな、それこそ昔義合職なんていう五の国を、建国した方、それについてはいかがだったでしょうか。なかなか香ばしいお話をさせていただきました。この私のイメージに湧いてくる話、一つのエンターテインメントとして楽しんでいただければなと思ってこの動画を
お作りしています。さあ、後半はもっと何言ってんだって話お楽しみください。はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたしますよ。ありがとうございます。